建設ロボットや物流ロボットはロケット1回の打ち上げで50個しか積めませんが、ロボットフレームなら一度に150個、3倍の量を積み込めます。このゼリーナット、実はとんでもない燃料になります。熱量は1個あたり驚異の10メガジュール。これは石炭の熱量の 2.5 倍にもなります。苦手を克服、完全攻略、売れ場が楽しくなる爆速スタート術。事前に苦手な惑星はどこか皆さんにアンケートさせていただきましたところ、堂々の第1位は売れ場。アンケート回答をしてくださった皆様、ご協力をありがとうございました。そこで今回の動画はファクトリオに4800時間もの人生を捧げてしまった私徳蔵が、皆さん苦手な売れ場の攻略方法について徹底的に解説していきます。ベテラン工場長さんはもちろんのこと、初心者や中級者の皆さんまで楽しんでいただけるよう、随所でいろんなテクニックや遊び方をご紹介していきます。この動画を通じて皆さんと一緒にレベルアップをしていけると嬉しいです。コメント欄でみんなで盛り上がっていけるととっても嬉しいです。長編動画となりそうですので、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録と通知の設定をお願いします。さて早速ですが、今回はまず鉄鉱石50個になる鉄ストロマトライトと石炭 2.5 倍の熱量のゼリーナットで鉄板5000枚を生産して、次に敵の襲撃を気にせず汚染を出し放題で鉄の歯車を生産して、最後に蒸気機関の10倍の発電量を誇る吸熱灯を使った発電所を建設します。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、グレバに何を持っていく？グレバは資源がとっても豊富な惑星ですので、私が持っていく手荷物はたったこれだけ。詳しくはこのシリーズ動画の中で解説していきますが、気になる方もいらっしゃると思うので、ここで大きく3つのポイントについてちょこっとだけ解説をします。まず広域電柱とロボットステーションについてです。これらは製造に必要な材料が多く、また製造に時間もかかるので、現地で作るよりもナウビスから運んだ方がグレバでの拠点立ち上げが楽になります。ちなみに鋼材はロケットの打ち上げ1回で400個しか積めませんが、ロケットの打ち上げ1回で運べる広域電柱50個には鋼材を500個使っていますので、少なくとも鋼材100個分お得に運べます。次はモジュールです。それぞれ50個ずつあればなんとかなります。余裕があれば生産速度モジュール2とエネルギー効率モジュール2は100個持っていくと攻略が楽になります。特に生産速度モジュール2は材料が時間とともに腐敗していくグレバでは、生産速度を上げることが生産量を増やすことになるので、他の惑星と違った面白い使い方ができます。最後はロボットフレーム300個、電子基板2000個、発電基板1000個です。建設ロボットや物流ロボットはロケット1回の打ち上げで50個しか積めませんが、ロボットフレームなら一度に150個、3倍の量を積み込めます。建設ロボットは電子基板があれば、物流ロボットは発電基板があれば 0.5 秒で簡単にハンドクラフトできます。300個のロボットを運ぶにはロケット6回の打ち上げが必要ですが、ロボットフレーム、電子基板、発電基板を材料のままで持っていけばロケット5回の打ち上げで済みますので、ロケット1回分節約できます。また電子基板があると鉄を現地調達するだけで電動掘削機や組み立て機をハンドクラフトできるので、拠点のスタートアップがとっても早くできます。チャプター2、グレバに持っていく装備は、アーマーは装備していれば工場長と一緒にロケットに持ち込めますので、装備グリッドにモジュールをぎっしり詰め込んでグレバに運びましょう。グレバのおすすめ構成は、携帯原子炉2個、強化外骨格モジュール6個、携
体ロボットステーション4個、個人用バッテリーマーク2 2個です。この動画で実際に使ってみるので、後でこの理由はわかると思いますが、事前にこの構成とするわけをちょこっと解説します。まず携帯ロボットステーションがあると最初の資源回収がとっても楽になります。この点後ほど実演してみます。また強化外骨格モジュールの6個差しは特徴的かもしれません。さてどうしてこうしているのでしょうか。答えはグレバの先住民ストレイファーから逃げ切るためです。グレバの先住民の駆除方法については次回の動画で解説予定です。今動画を制作中です。お楽しみに。武器はコンバットショットガンを持ち込みます。材料を現地調達してハンドクラフトもできますが、装備していればそのままロケットに積み込めますので装備して持って行ってしまいましょう。ちなみに弾薬は装備して一緒に持ち込めません。弾薬を装備から外さないとロケットに乗り込めません。チャプター3、鉄ストロモトライトとゼリーナットの活用術。さて惑星グレバに降り立ったらまず最初にやっておきたいのが建設ロボットのハンドクラフトです。これは後々ロボットステーションでたくさん必要になります。今のうちに100個ほどハンドクラフトしておきましょう。建設ロボットを作りながらマップの紫色に表示されているエリアに向かって鉄ストロマトライトを回収していきます。この鉄ストロマトライトを採掘すると石、鉄鉱石、それから鉄バクテリアというアイテムが手に入ります。この鉄バクテリア60両で腐敗して鉄鉱石に変質するという面白い特性があります。なので鉄ストロマトライトをたった一つ採取するだけで50個近い鉄鉱石が一気に手に入ります。これだけでもグレバがいかに資源の豊富な惑星なのかよくわかりますよね。こんな感じで建設ロボットを駆使すればインベントリがあっという間にいっぱいになります。こうやって大量の資源が一瞬でドカンと集まるのが私がグレバの好きなポイントの一つです。石が500個ほど集まったタイミングで石のろ100個をハンドクラフトしちゃいましょう。石のろをハンドクラフトしている待ち時間を使ってゼリー茎を採取、ゼリーナットを700個ほど集めておきます。このゼリーナット実はとんでもない燃料になります。熱量は1個あたり驚異の10メガジュール。これは石炭の熱量の 2.5 倍にもなります。ゼリーナットたったの5つで鉄板を150枚も生産できちゃいます。このように序盤から桁違いのエネルギーをサクッと確保できるのもグレバの楽しいポイントです。チャプター4、100個の石のろで鉄板と鋼材を生産。これで鉄鉱石の精錬の事前準備は完了です。そろそろ鉄バクテリアの腐敗も進んで鉄鉱石に変質している頃です。それでは石のろで鉄板の生産を始めていきましょう。まずはマップモードで石のろをゴーストで設置します。次にゴースト状態の石のろを開きゼリーナットにカーソルを合わせてQキーを押します。そして燃料スロットの上でGキーを5回押してください。最後に設定が終わった石のろをコピーして 10×10 のレイアウトで貼り付けすれば準備完了。工場長の近くに準備した石のろ100個のブループリントを貼り付けましょう。こうすることで建設ロボットが石のろを設置した後に燃料のゼリーナットを5個ずつ投入してくれます。あとは集めておいた鉄鉱石を投入すれば鉄板の生産が始まります。このレイアウトでおよそ5000個の鉄板が生産できますが、まずはこれだけ作っておけば十分です。鉄板がある程度できたら回収して今度は空いている石のろに鉄板を投入して鋼材を作りましょう。一番下の2列は鉄鉱石を25個だけにしておいたのでちょうど生産が終わっていました。鉄板2000個で鋼材を400個生産できますが、これだけあれば序盤は十分です。チャプター5、蒸気機関と組み立て機で鉄の歯車を生産。鉄板を入手できたので次は発電所を設置します。まずは組み上げポンプ、
ボイラー2個と蒸気機関4個をハンドクラフトしましょう。ハンドクラフトが終わったら水辺に移動して汲み上げポンプを設置して、ボイラーと蒸気機関もこんな感じで設置すれば発電所の完成です。ボイラーに投入するのはもちろんゼリーナット。ゼリーナットは1つで10メガジュールもの熱量があるので100個で1ギガジュール。当面の電力はこれだけで十分賄えます。ちなみにグレバでは汚染をどれだけ出しても先住民のペンタボットが襲ってくることはありません。なので周りを気にせず思いっきり汚染を出していきましょう。もちろん進化係数も上がりません。発電所ができたら組み立て機8台をハンドクラフトして設置します。広域電柱で発電所から電気を引いてきて、レシピ設定を鉄の歯車に変更しましょう。石の炉から生産が終わった鉄板を取り出して組み立て機に投入。鉄の歯車が生産されるのを待って鉄の歯車を回収します。鉄の歯車をこのようにある程度作っておけば組み立て機や電動掘削機などのハンドクラフトの時間を短縮できるので便利です。チャプター6、電動掘削機と組み立て機で埋め立て地を自動生産。グレバは水辺が多く埋め立てを頻繁に行う必要があります。また攻略に欠かせないバイオチャンバーや人工油膜用土壌の製造にも大量の埋め立て地が必要です。そこでこれから埋め立て地の自動生産工場を作ります。まずは電動掘削機と組み立て機をゴーストで設置します。こうすることで石の交渉を全て覆うのに必要な電動掘削機と組み立て機の台数が事前にわかるので無駄がありません。組み立て機のレシピは埋め立て地に設定しておきましょう。今回は電動掘削機12台、組み立て機6台をハンドクラフトして設置します。最後に広域電柱で電気を引いてきて通電させれば完成です。節電とスピードアップのために生産速度モジュール2とエネルギー効率モジュール2を挿しておけば蒸気機関4台の発電量でも十分です。電動掘削機が採掘した石は組み立て機に自動で投入され埋め立て地が生産されるので便利です。石の交渉にはまだスペースがあるので置けるだけ電動掘削機を設置して採掘した石はチェストに貯めておくことにしました。ちなみに埋め立て地は1つ作るのに石が50個も必要なので、例えば埋め立て地600個を作るなら石3万個が必要です。電動掘削機が12台あっても石を採掘するだけで約90分もの時間がかかります。なのでなるべく早い段階で石の採掘場を整備して埋め立て地を作りためておくことにしたのです。チャプター7、発電出力10倍、吸熱塔の発電所を建設。蒸気機関だけだと発電量が心もとないのでドーストロマトライトの採掘によってアンロックされる吸熱塔による発電体制を整備します。吸熱塔に必要な材料は鉄板だけでなく鋼材と銅板、石レンガも必要なのでこれから材料を集めていきます。まずマップの緑色のエリアに移動してドーストロマトライトを採掘し銅鉱石と銅バクテリアを入手します。銅バクテリアも鉄バクテリアと同様に60秒で腐敗して銅鉱石に変質します。そして石の炉に採取した石と銅鉱石を投入。生産が終わるまで少し待ちます。銅板と石レンガが出来上がったら作りためておいた鋼材とともに銅板と石レンガを回収します。次に使わなくなった組み立て機を回収して組み立て機にハンドクラフトでアップグレードして組み立て機にを8台設置します。レシピ設定をコンクリートに変更してパイプを接続した上で石レンガと鉄鉱石を投入すると最後の材料コンクリートの生産が始まります。コンクリートは生産に重量もかかるので生産速度モジュール2を差し込むのがおすすめです。最後にコンクリートが出来上がったら吸熱塔を4台ハンドクラフトして設置します。吸熱塔に投入する燃料はもちろんゼリーナット。近くのゼリー茎からゼリーナットを採取して吸熱塔に投入。事前に温めておきます。この後設置する熱交換器は
500度を超えないと発電できないので、燃料が切れたら再投入して900度ぐらいまで温めておきましょう。ちなみにゼリーナット200個で限界値の1000度まで温められます。組み立て機4台を鉄の歯車にレシピを変更、残りの4台はパイプに変更して鉄の歯車とパイプを生産して、熱交換機4台と蒸気タービン8台をハンドクラフト。それぞれこんな感じで設置すれば大出力の発電所が完成です。パイプを接続して熱交換機に水を供給すると発電が始まります。これだけでなんと40メガワットの大出力、今の発電所の約10倍です。ちなみに吸熱灯は高出力であるだけでなくボイラーの 2.5 倍の発電効率なのでとってもエコです。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますのでぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、もっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。